今学期についてはプロジェクト学習にして留学生と正規学生がチームになってでその社会貢献性のあるものを作るっていうのが目的でした。共通したテーマはいろいろなバックグラウンドを持つ人たちが笑顔で暮らせる社会にするためにはそれぞれ何ができるかっていうどういうふうなことをしたらいいかっていうのをそのメッセージを考えて社会に発信するっていうそれに向けてそのメッセージをどう発信するか成果物を作ることに取り組んでました。作ってくれたのは俳句を作ったりそれからラップ歌を作ったりそれから演劇をしてくれるチームもあったしそれからポスターを作ってそのポスターにメッセージが書いてあってそれを紹介してくれるっていうのもありました。私のグループはラップを作ったんですけど私がラップを好きやからって言って3人はぜひやろうって言ってくれたんですけどもちろん3人はラップのことも全然知らずにすごいみんなで話し合って悩んで時間をかけたんですけど何かわからないこと伝えたいことがあればこういう気持ちを伝えたいって言ったらじゃあそういう時はこういう言葉を使うんだよって支え合ったり授業時間以外にもみんなでズームをしたり LINE で電話をしたりして一人一人が自分の携帯に録音して音楽を送り合ってでその一人一人の声をビートにはめ込んだらすごい素晴らしい曲ができたみんなにお届けできることになりました。たこ焼き片手に大阪観光ブラブラ散歩気づいたら迷子ここどこですか聞きたいちゃんと踏み出す一歩できない日本語加藤トントンアメちゃんどうぞおばちゃん登場優しさ感動意気投合友情誕生また来たいよここ日本最高。留学生の方がお笑いをしたいみたいなことを提案を出してくれたんですけど誹謗中傷を笑いに変えて伝えるのって難しいっていう話になってじゃあその例を何個か演技にしてみんなに伝えたら具体的で分かりやすいっていうことになったので演技で発表することになりました。私はね初めてアメリカに来たので道が分かりません。教えてもらってもいいですか？全然いいよ。どこから来たんですか？私は中国から来ましたよ。てめえ中国人だったの？絶対来ないじゃん。ちくしょう気持ち悪い。てめえ危険だからこれ以上近づくな。はい、ストップ。ここには問題点は2つがあります。日本人の考え方なのかわからないんですけど結構私的には恥ずかしいそんなみんなに見せるのは恥ずかしいなっていう気持ちがあったんですけどその留学生の方たちはみんなもうやる気がめっちゃあって全力で演技をする姿が素敵だなと思ったしすごいなと思いました。国による偏見の違いとかなどを普通に会話とかで話したりしたので他の国の状況とかを知ることができたっていうのもありますしやっぱり同い年の女の子4人組だったので今でも LINE とかで連絡をやり取りするぐらい仲良くなれたっていう点がすごくこのプログラムを通して良かったなと思います。人種差別のなくそうっていうテーマで自分たち発表することにしてでどうやったら人種差別っていうのを日本の俳句との季語とか使いながらどうやったらうまく表現できるかみたいなのを留学生の方がめっちゃ真剣に考えてくれて全部考えてくれました。花園も戸色で綺麗人と似た日本語パートナーっていうとやっぱり日本語があんまり得意ではない留学生これから頑張ろうとしてる留学生を助けるっていうイメージがあると思うんですけどそうではなくてどっちかといえばサポーターとしての役割ではなくて一緒に頑張っていくみたいな役割を想像してもらった方がいいかな。私たちがポスターを作ろうと思ったのは1枚でたくさんの情報を共有できるという利点を考えたからです。私は日本語を教えるっていうお仕事かなと思っていたんですけど実際に参加してみて一緒に日本語を話しながら一つのものを制作していくグループワーク
だったのですごく楽しくできました。こうオンライン上でも国境を越えて心でつながることができるということを学びました。正直その言語を学ぶとか交流するって実際に会わないとダメとか留学に行かないと身につかないっていうのを聞いてたんで、もうあんまりこの 2,3 週間意味ないんじゃないかなと思ってたんですけど、いざ参加してみたらオンラインだからこそ普段あんまり喋れない内向的な子たちも画面の中にみんないるんで、いろいろズバズバ言えたり自分の殻を破っていろんなことをできたり、でいろんな文化の違いを目で見て感じることができたんで、その直接話して学ぶこともすごい大事だと思うんですけど、オンラインで気軽にこうやって学べて交流できるのもすごい大事なことやなって思いました。すごい楽しかったです。